軒下工房というのは、鯖江市の川名地区にあります漆器の職人が18名おりまして、その職人の仲間の名前です。で、軒下工房という工房があるわけじゃなくて、それぞれ蒔絵師さん、木地師さん、それから塗りの方、それぞれに各お宅でやってる、それを皆さんの集まりが軒下工房という名前で活動させていただいております。軒下工房は2000年の1月1日にスタートしました。そうですね、ちょうど組合へ来られた方がやはり塗りの現場も見たいという要望がたくさん多かったので、それで、職人さんの集まりは軒下工房、それから販売されてる商いをされてる方の集まりというのもまた別にできたんですけど、それが2000年の1月1日にスタートして、今年で2017年ですから、ずっと続いていると。その間メンバーの多少の変更はありましたけど、今も18名で活動しているということです。はい、こんにちは。なんか日常漆器とか使われてますか？そうですね、ちょっと商売柄ね、和菓子を、はい、扱っておるもんですから、はい、それちょっとね、命名皿であるとか、はい、あるいはちょっと婚礼のね商品を、例えば塗りのね重箱にお入れしたりとかね、お酒が結構好きなもんですから、ちょっとぐい飲み風のね、そういうものもちょっと漆器のものでねいただいたりとかすると、やはりね美味しいですよね。こちらは小橋さんとおっしゃる中堅からベテランの方の方なんですが、塗りの職人さんになったんですけど、ご自分の工房に大きな機械も入れられて、もう生地を作るところからご自身なさっておりまして、非常に独特な、そして品質のいいものを作ってらっしゃって、独特のファンの方が多く、そうです。直接私もちょっと工房、寄せてもらったんですよ、ここ展示前、もうすごい個性的な、そうです。たくさん木も持ってられて、とてもその材料をたくさん保管しておくっていうのが一番大変だっておっしゃってますね。橋本さんとおっしゃるんですが、中堅の蒔絵師さんですね。で、いろんなことに挑戦されてて、ちょうどご親戚に眼鏡屋さんやってらっしゃる方がいて、ガラスに漆っていうのは食いつきにくいんですけど、そこをうまく合うように眼鏡の技術で表面を加工されて、少し磨き上げるっていうか、研ぎ上げて、でうまく密着させるようなことを、こちらが堀江執行さんの堀江和夫さんという、非常に個性的な塗りの方です。もちろん漆じゃなくてこれは塗料なんですけど、塗料といっても粗悪品というイメージを持たれがちですが、塗料しか出せないというものを色彩がやっぱ綺麗ですよね。やっぱりインパクトの強いものを作られようとしています。で、ご存知のように、越前漆器の組合産地の中では、全国の業務用食器、そういうものを作ってらっしゃいますので、堀江執行さんではその優れたその業務用食器の加工というか塗りをされております。で、お隣が、畠中正一さん。こちらは、お椀の塗り、丸物塗り師さんの、越前を代表する方ですね。昨年まで伝統工芸士会の会長されておられて、全国あちらこちら、お忙しくされてました。で、特徴的なのはこの古代種といって、渋い種の色、これを非常に得意とされてて、で、よくペアでシュートクローンみたいなこういうセットで、よくお椀とかコーヒーカップ、お盆とかそういうものの記念品としてよくご用意していらっしゃってますね。こちらも、塚田浩一郎さんという蒔絵師さん、
ですので、もうベテランの域に入ってこられた蒔絵師さんだと思います。非常に、豪華な蒔絵を得意とされる方です。でご自身の工房にもお嬢さんというか娘さんが一緒に作業されてて、それから塚田さんのお隣には奥さんもちろん作業されてるんですけど、非常に賑やかなお客さんも絶えませんし、非常に賑やかな工房で前向きな、非常に性格も前向きな方で、楽しい方です。こちらのお盆と茶卓、それから香合ですね、これは越前を代表する増田佐直先生、もう先生と申し上げていいと思いますが、やはり制作を依頼されて作ることもあるんですけど、やはり独自のご自分の作品をお作りになられて、割と大作作ってらっしゃってというような、非常に越前ではご自分の作品を作るっていうのは非常に珍しい、そういうことがなされる先生でいらっしゃいますね。でそのお弟子さんでこちらの森田さんとおっしゃるのはお弟子さんです。湿家さんからの依頼があると、なんとか応えてくれると、納期も守る、値段も守る、素晴らしい、素晴らしい職人さんでいらっしゃいます。もうね、変わったとこだと iPhone ケースなんかもね、そうですね、最近、いろんな iPhone ケース、塗りのものだったり生地のものだったりいろいろありますが、今回非常に派手なというか、そうですね、特徴的な、分かりやすい iPhone ケースを出されていらっしゃいます。いいですね。すごい面白い。初めちょっと本当にこれはカニですかと思わず聞いてしまいました。よくできてますね。カニそっくりですねというと、いやこれは実は本物のカニですよと。皆さん食べられた後をそれをきれいに洗って、そして下味をきちっとして、で内側布を貼って、そうです。木とかいろんなそういうものと違って、やはり押すと割れたり壊れたりしがちなので、しやすいので、しっかりと下地をするのが大事だと、それがポイントだっておっしゃってましたね。丁寧なお仕事をされてるんです。そうですね。やはり高価なものですし、高いお金出して買っていただくものですから、やっぱりしっかりと作りたいということでおっしゃってました。では作品展のタイトルお願いいたします。漆麗しい匠のぬくみ、軒下工房暮らしの器展でございます。はい。何日まで開催してますか？2017年の2月3日から、19日までとなっております。はい、土日は職人さん、滞在しております。はい、そうですね。今日も来てくださってますので、いろんな楽しいお話も聞けると思います。ちょっとしたこんなのが大変だったとか、こんなの面白いよとか、いろんな内緒話も聞けるかもしれませんので、皆様のお越しお待ちしております。火曜日定休日です。はい、コースターのカップ、これ、この前7個売りました。銀座のお店で7人しかかけられないテーブルの小さいお店が小料理屋さんがあるんですけど、そこのご主人これいいなっていうことで、出したらお客さんにバカみたいに評判が良かったっつって、本当に美味しかったっつって、この軒下工房っていうところは伝統工芸の部分と業務用的な現代工芸の部分が混ざっているちょっと特殊な団体というかで、私自身まだ職人になって本当日が浅いんですけども、こうやって8年目になります。じゃあどこかの工房さんに修行に行ってですか？それがですね、販売の修行には修行っていうか販売の方でずっとおったもんですから、翌日突然職人になるという。じゃあ今、独学でそれで今父親に習いながら、なるほど、やってます。正直小さい頃は親のしてる姿というのが嫌やったというか、やっぱそうなんですか。はい、いつもね汚れてるというか、ほこりはつ
ついてるし嫌やなとか思ってたんですけど、やっぱ気が付いたら自分も同じことをしていまして、今子供はそうやって見てるのかなと自分のことを、はい、思います。けどね、またこうやって僕らが先輩からつないでいただいたものをまた次につなげることができればいいなっていうふうには今思ってるんですけど。そうですね。